はい、前回の終了状況ですね。動画で送ったのに若干ほんの少し手を加えたのが、左側に出たケーブル、これをここでまとめました。これ単純にビニールテープを巻いただけですね。それから右側は、このカバーの裏側から出てるケーブルがこのエンジンの上部から中に入っていくという部分、これを加えたのと、あと1箇所ね、一番右側の液パイから出てる O2 センサーなんですけど、よくよく見たら3分の1かな、溶けちゃってました。溶けて短くなってたんですよね。でそれは付け替えてやりました。交換ですね。で今日はフロントフォークの方なんですけれども、はい、で今日はね、フロントフォークの組み立てですね。前回はここの辺まで行ったんで、フロントフォークの組み立てからこれはね、前にリアタイヤやった時に一緒に作ってるんで、とりあえずここまでキャリパーの取り付けまでやっていきたいと思います。バイクのプラモでこのディテールアップパーツって今回タミヤの初めてなんですけど、それでこれがキットの部品ですね。リザーバータンクも別体式ってなっていて、キットのフロントフォークのパーツで、これがディテールアップパーツになるとバラバラですまずインナーチューブね、インナーチューブ、これが上から下までドーンとなってると。でしかも上の方にスプリングみたいなモールドもあるんですけど、これがどんな役に立つかわかんないですけどね。でアウターチューブはここにもありますし、それからこっちにもこういう金属パーツを含めた金属パーツですね。これ黒いのは何なのかな、樹脂なのかな。樹脂ですね。樹脂なんですけどパーティングラインとかがないです。で今回はこのディテールアップパーツの方使いますね。あとこれを見るとキットのパーツもね使うんで、不足してないですよというパーツはキットのパーツですね。だからここの部分だけかな、ディテールアップパーツ。フロントのブレーキですね。ブレーキのパーツなんですけど、52じゃなくて50だ。あれですいきなり数字間違えてる。部品番号ですね。右と左、このパーツは部品右と左違うということなんで、一応間違えないようにダボピンとダボ穴っていうふうに呼ばれてるんですけどね。ナンバリングタブをつけてやります。それから、カーボンディスクですね。ディスクプレートの裏側とか、あと今の50、51の部品の裏、内側なんですけれどもね、バイクなんで見ようによってはこの押し出しピンが見えるんですよ。だからこれをパテで修正しておきます。とりあえず、フロントフォーク絡みで塗装に回すのはここまでにしておきますか。トップブリッジとかね、
あの辺はちょっとごちゃごちゃしてるんで、あとはほら清涼系のユニットですか、その自作もあるので、そのあたりは次回やります。とりあえずフロントフォーク絡みだけの今回は組み立てですね。でとりあえずこれだけのパーツを塗るんですけど、まずこのカバーですね、ディスクのカバー、これはここの合わせ目がかっこ悪いんで、これは合わせ目消します。それからディスクブレーキも、ブレーキキャリパーね、ブレーキキャリパーもこれは左右でこうボルト止めではなく、多分ねこれそのもので一体のパーツじゃないのかな。この中でちょこちょこと部品は分かれてますよ、無論。ただここで左右は分かれないので、これも合わせ目消しですね。あとね、これがこうくるんだけど、中がスカスカなんで、ほらピストンが入ってない。ピストン入れてもいいけど、ですね、キャリパーのちょっと加工をちょっとやります。はい、塗装前にね、フロントフォーク下の方でやっておかなきゃいけないことを思い出して、でまずブレーキのディスクですね、ローター、ディスクローター、円盤の温度を測るセンサーですね、ということらしいので、これをプラ板から切り出して作ってみました。形状はねちょっと違うんですけど、このキャリパーのステーの上のとこに四角いセンサーがつきます。四角いセンサーっていうかね、四角と丸を組み合わせたセンサーだけど、下半分が丸で上半分が四角。ただめんどくさいんで上半分をかまぼこ型にしちゃいました。こんなちっちゃいパーツです。それからこれちょっと悩んだっていうか、どうしようかなっていうのはストロークセンサーがストロークセンサーなんですけど、ストロークセンサーの下のあれです、固定するとこが左側かな、左側のとかこの辺に入ってるんですよね、あるんですよね。ステーを作りたいんですけど、ちょっとねカウルっていうかなんだっけ、泥よけフロントフェンダーが邪魔になって写真で判断できないんですよ。下半分しか見えないんで、これがここにフェンダーが来るんですけどね、この辺にこう細いプレート状のものがあるんですよ。でその間にどうもそうですね、ストロークセンサーがつく。プレートには穴が8個開いてて、高さ調整ができるようになってます。でそれでストロークセンサーの高さを変えていくんでしょうね。でストロークセンサー自体はあれです、リアのショックユニットのストロークセンサーと同じ形状、上下が丸い
太鼓状になってて、そこにネジで固定なので、あれの長いバージョンを作るだけですね。その今取り付けるステーに、ボルトで止められるっていう形なので、穴開けて真鍮線ぶっ込んどいて、そこにストロークセンサーを入れる形にしてありますか。ストロークセンサーは取り付けは後ですね。フロントフォークを組んでから取り付ける。ただ今そのステーは付けたいんですよ、塗装前に。 0.5 のプラ板で作ります。長さ的にはそんな長くないんで幅もちょっとオーバースケールになります。実際はもっと細いです。はい、ブレーキキャリパーなんですけど、合わせ目は消してやりましたね。で、このディスクローターがこうはまるわけですけど、ここがスカスカなんですよ。ここがスカスカなんですよ。こうスカスカね。でここにはブレーキパッドと、そのブレーキパッドをこのディスクに押し当てるピストンがあります。4ポットなんでね、両側2個ずつのピストンですね。ここまでちょっと面倒を見てやろうと思いまして、ただあんまりギリギリだと、これがはまらないですから、だいたいここの空間、真ん中に置いてやると、ここが1ミリぐらいの隙間があります。これ 1.2 は入らない感じですね。1ミリぐらいの隙間だから、ピストンを 0.3 ミリ、それからパッドの方を 0.5 ミリで入れてやればいいかなって感じですね。そのピストンとパッドはこっちの内側にくっつけられないかな。内側がくっつけるのはしんどそうだな。でもなんとかなるかもしれない。ちょっとやってみますか。ピストンはね、伸ばしランナーから切り出せばいいと思います。直径こんなもん、もうちょい太いかな。直径この辺あたりだな。この辺あたりだと 1.2 ミリぐらい。多分貼ってね、中がこう見えないと思うんですけど、こう中にこれ光ってるとここしかないんですよ、接着できるとこが。これを貼り付けてやって、で後で削ることができるかどうか。なるべく中で整体するようにくっつけてます。これ1個足りない。はい、でブレーキキャリパー中にブレーキパッドとピストンが入りました。右ないな、ほとんどで、今度あれですね、ブレーキのオイルラインの一番下、このキャリパーに
つながるところの形状がどうしようかなちょっとね、この部分分かりますかね。こうまっすぐつながってるじゃないですか。ここはこうじゃないんですよ。こうなんていうのかな、パイプ状のこうモールドっていうとおかしいけれど、キャリパー一体の部分もこうパイプ状にドンと出てて、でそこにこうつながってるんですけど、ここはでもまあこのまんまやるか削るか、削ってもね、まあこれ取っ払っちゃってなんか埋めてもいいけれども、削るだけでもいいのかな、それともこのままにするか。要はね、ここからもうちょっと伸ばしたいんですよ。バンジョって言ったかな、こう長い管、これを真鍮線と真鍮パイプで、まあ真鍮線はやっぱり 0.6 ですね。だから真鍮パイプの内径 0.6 のここがもうちょっとへこんでるんですよ。ここがね、その程度でいいと思うけど、ちょっと削り込んでやって、ほんの少しくぼませてやりますかね。ちょっとあまりにもこう安っぽい形になってるんで、あんまり変わんないね。これやんなくてもよかったね。でその手前のこことそれから下のここのやっぱり六角のボルトが省略されてますので、また例のウェーブのね六角棒を貼っておきます。ブレーキのオイルラインが来るところ、これはピンの部分を切り飛ばしちゃって、でここに 0.6 の穴を開けて真鍮線を埋め込んでやるということですね。ですね一番上の筒状のがまあ六角形ですねしてるのが意外に長くって、で当然細いですよね。これが1ミリ1ミリ系ですね。1ミリ系の六角に 0.6 ミリの穴を開けるなんてことできなかったんで、やはり内径 0.6 の真鍮パイプをこれね、六角状に削りました。六角形にね、まあ正確には六角形じゃないですよ。六角形に見えるように六角形っぽく削りました。物がちっちゃいんでね、これでいいと思います。問題はなかなか真鍮線通ってくれないんですよ。一応真鍮線頭はね、ちょっとこうまくれ上がりがあるんで、ニッパーで切ってるんで、それはヤスリで削ってんですけど通らないと。だからこっちのパイプに、これは糸ヤスリね、違う、針ヤスリ突っ込んで、こう少しずつ転がしながら削っていくしかないですね。はまるはず。ほら、こうなるわけです。六角形ってわかんないな、これ。わかりますかね。わかんないかな。ちょっと六角形っぽく見えるかな。はい、じゃあ、板状を、
組んでいきますか。まあ組んでいきますかってほどのもんでもないですけど、丸いパイプの方が下。これ両方ともあれ、いいか。で、六角のパイプが上。やばいやばい。で、この先端をね、斜め前に出してやるんですよ。角度をつけてやる。これぐらいの角度でいいのかな。で、瞬間接着剤であれです。キャリパーの方に接着するだけですね。こっちが後ろだからこんな角度かな。はい、キャリパー完成です。裏から見るとね、ピストンとブレーキパッド見えるよね、しっかり。裏からは完成後は見えないですね。はい、じゃあこのフロントフォーク周りのパーツですね、塗装しなきゃいけないのを塗ってきます。塗装するときにまあ普通に塗装するんですけど、普通じゃないのこれだけかな。カーボンディスクなんでちょっと石みたいな感じの塗装をやります。まあどうってことない塗り方ですけどね。それでは、塗装終わったので組んでいきます。アウターチューブエンド、一番下の部分、穴が外側に向くように、外側はこっちだ。こっちが外だ。外側も分かんない。こうかな。真外でいいのかな。多分そうだね。適当な外じゃなくって完璧に外じゃないとダメですよね。多分後で回すことはできると思います。これも潜るって感じじゃないんだな。部品の向き長い方が上ってことだよね。で、一番上がねじ込み、そのためのスプリング柄でした。
れもね、よいしょ。接着しないで、多分ねこれ接着しないで本体取り付けるときに回して合わせる感じですね。で箱絵見るとこのカバーがカーボンケブラーっぽいんですよ。黄色いやつね。でそのカーボンケブラー、黄色いカーボンのデカールがないんすよ。モデラーズで前出してたのがどこも品切れ、取り扱い終了みたいな感じで、Amazon でやっぱり出てて、1枚5000円っていうとんでもない価格だったんで、これは塗りました。あれですね、ストッキング使ってカーボンっぽい感じで塗りました。これも今つけてくんですけどね。じゃあストロークセンサーですけれども、今回はね、真鍮線と真鍮パイプの組み合わせ、上下の太鼓の部分、太鼓って言っていいかどうかわかんないけれども、接続部分も、真鍮パイプにしてハンダ付けで作ってやりました。でこれを取り付けていくんですけど、フェンダーがつけると、この下の部分が収まらなくなるんで、フェンダーつける前に、ここに取り付けたステーの真ん中にある、いいや、ステーの真ん中にある、真鍮線にまず置きますよね。ヘッドルーペなんで遠近感が全然取れないっすよ。よし、上をそれでですね、タイヤの方にディスクローターを取り付けたじゃないですか。でこれ完全に接着剤が乾いてからでないとここに入れられないんで、スタモンでやってる間にこれが斜めになってくるんでね、結構ここがタイトなんですよ。だからこっちはこのディスクローターは接着が乾燥するのを待ちましょう。こっちが前だな。こっちが前でこの方向だ。こんなカツカツっていうか広げないと入らないですから。入った。じゃあ、最後にキャリパーですね。でいらんもん中に入れてるんでね、わあ入るかな。ちょっと待ってよ、やばいぞ。
これはめた状態でディスクローターはめればよかったかな。この取り付けのことまでは考えてなかった。多分はまる。多分大丈夫。入った。ちょっとね車輪は回らなくなるかもしれない。これ車輪にくっつけちゃうか。もう戻されちゃうんで、車輪を回らないようにして、どっちみちこれ多分ね回らないよ。でキャリパーをもうディスクローターに固定しちゃいます。別に回して遊ばないし。まあブレーキパッドまで入れるとねこうなりますよ。もうこっちはすんなりいったから、やっぱりね中のピストンの高さが反対側はずれてる。ただまあ反対側接着しちゃったんでね。もう本来であればここの接着だけでいいはずなんですけどね。はい、じゃあフロントフォークの方作業終了ですね。こんな感じです。でもディスクブレーキまあいいんじゃないですか。これ回らないけど固定しちゃったからね。でここのオイルラインはこの後次の工程かな。次回ハンドル周りやりますから、その時にねオイルラインつないでいくんで、次回はとても短いですね。ハンドル周りしか作らないんで、その後次のシートカウルとかインストではねなってくるので、じゃあとりあえず今日はこのフロントフォーク周りの作業でした。今回の改造ポイントはこのストロークセンサーの追加、それからディスクローターの塗装をちょっと石みたいな感じにして、でキャリパーの中のブレーキパッドとピストン、これを追加しました。あとはここのオイルラインの追加ですね。それではまた。